こんにちは。イタリア暮らしのリリマルです。今回は海外生活での辛い瞬間や最近抱えていた悩みについてお話ししたいと思います。海外での生活は新鮮で刺激的な面もあるんですけど、その一方で乗り越えなければならない難しさもたくさんあります。そんな僕のキラキラしてない海外生活のリアルをお届けできればと思います。それではよろしくお願いします。このチャンネルではイタリアでの暮らしの様子や感じたことを紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。僕がイタリアで生活を始めて2年半になります。2年半も暮らしていると新鮮な時期も過ぎて、全てが日常になってきます。そうなってくると、楽しいことばかりではなくて辛いこともたくさん抱えるようになってきます。その辛いことの中には、母国である日本を離れて海外で暮らしているから起きることというのもあります。ツイッターとかインスタとか見ていると、キラキラした海外暮らしの情報が流れてくるんですけど、楽しいことばかりではないということをお話ししたいと思います。これは誰にでもあることだと思うんですけど、僕もたまに落ち込んでしまうことがあります。つい先日も落ち込んでしまうことがありました。落ち込むその原因がはっきりしていることもありますけど、今回は何が原因なのかよく分からずモヤモヤしてしまいました。で、原因がはっきりしていれば対応は楽なんですけど、原因が分からないっていうのはとても厄介だと思ってます。で、自分でもどう解決したらいいか分からなくて、ただ機嫌が悪くなって、でそのせいで態度も悪くなって妻と喧嘩もしてしまいました。で、頭の中で、負の感情が渦巻いている時に、干渉されると、感情的な反応を取ってしまうので、落ち着くまでほっといてほしいというのが僕の思いなのですが、そう単純にはいかず雰囲気が悪くなって喧嘩に発展するっていうことがうちの夫婦にはたまにあります。落ち込む時は何かがうまくなっていない時です。で、僕は落ち込んでしまった時、原因を突き止めることを大切にしています。そのために自分の状況や感情を分析するようにしています。で、どんな時にそのストレスが発生したり不安を感じるのか、なぜその感情を抱いたのかとか、こういったことを考えるのは、とても時間がかかるしストレスもかかります。自分でも何なのかよくわからないので、考えが行ったり来たりすることもありますし、自分の弱さと直面することも多いので、とても嫌なプロセスなのですが、何か糸口が見えた時はちょっとした達成感を味わうこともあります。で、個人的には糸口が見えるまでは自分一人で考えるようにしています。で、糸口が見えてからは、初めてそのタイミングで誰か信頼できる人に話をして、その理由に自分で違和感を感じないかというところを考えてます。で、違和感があったら、振り出しに戻ってまた考え直すし、違和感がなければそれを解決する必要があるのか、それとも必要がないのか、必要があるんだったらどう対策を打つのかというのを考えるようにしています。で、こんな感じで落ち込みから脱却して前進していくようにしているんですけど、もちろん毎回うまくいくわけではないですし、原因がどうしようもなくて解決策も出せないっていうような時は諦めてしまうこともあります。で、今回落ち込んでしまった理由についてお話ししたいと思います。で、この原因は正直結構ヘビーで根深いので、一発で解決するのは難しいんですけど、分解して何とか対応していくしかないかなと思ってます。で、海外生活は、基本的には自国に比べたら生活しにくいです。で、これは当然のことだと思います。例えば学生の頃、故郷を離れて一人暮らしをしていましたが、日本国内でも環境が少し変わっただけで対応するのに時間はかかるし、ストレスもたまります。で、これが海外になると文化も言語も違うので、
環境に適応する時間もストレスも段違いに大きくなります。で、具体的にどんな点にストレスがたまるのかっていうのはいろいろありすぎるので、別途お話できたらなと思ってます。で、今回落ち込んだ理由に絞ってお話しすると、自分の行動が制限されている感じがしているという点が挙げられます。で、海外で生活している時点で、ベースとして高いストレスがかかってます。で、僕の場合イタリア語が不自由なので、日常生活、特に一人で何か行動したいなっていう時に大きな負担があります。で、それだけじゃなくて、行政周りの事務手続きとか、そういった時も、妻だったり妻のご家族のサポートがないと何もできないっていうようなこともあったので、そういう時にもストレスを感じてきました。で、それに加えてキャリアにも不満が蓄積していました。で、日本で働いてた頃は、言葉のバリアはないので、そして同じ文化を共有している、チームと働いていたということもあって仕事がとてもやりやすかったと振り返ると思います。で、今は、イタリアで英語で働いているという状況なんですけど、英語は自分にとっても、チームのメンバーにとっても、第二言語で、コミュニケーションに負担があると感じてます。で、それにチームの大半はイタリア人なので、英語が苦手なメンバーもいるし、で、文化のバックグラウンドも全く違うので、多少疎外感を感じるということもあります。で、これは幸い人間としてっていうよりは、その業務上の疎外感っていう感じなので、気持ち的にはまだマシな部分はあるのですけれども、そういったこともありました。で、そういうこともあってイタリア語を本気で勉強しなきゃいけないなと強く思うようになりました。で、イタリア語を勉強することでイタリア生活で、自立することも期待できるし、で、そうすれば自由度が上がって QOL は上がることが予想できると思ってます。で、さらに言うと、イタリアでのキャリアにもプラスになるかなと思ってますし、今の会社で働き続けるにしても、チームとより気持ちよく仕事ができるようになるなと思っています。で、そんな中で息子の誕生という大きな変化が、私生活の方でありました。で、最近気づいたんですけど、育児のために、自分の時間がなくなったという変化、これが僕にとって意外と大きな負担になっているということに気づきました。で、息子の誕生が、イタリアへの適応の必要性を、再認識した、そのきっかけになったっていうのは確かにあるんですけど、一方でその息子の誕生によって時間の確保が難しくなったということもあります。で、イタリア語の勉強だけじゃなくて他にもいろいろやりたいことがたくさんあるんですけど、それを何もできていないっていう自分に対して、ストレスを感じているっていうことに気がつきました。この状況に対してうまくこなせていない自分に腹が立って、で、理想と現実のギャップに苦しんでいるっていうのが、今回落ち込んでしまった大きな理由だと分析しています。で、一応妻との喧嘩っていうところについても触れておきたいんですけれども、僕は落ち込んでその理由を分析しているとき、黙りこくって殻にこもるような態度をとってしまうということがあって、で、その態度が悪くて、妻との喧嘩が起きるっていうことになりました。で、幸いうちの夫婦は時間をかけて仲直りをしてその喧嘩の振り返りをするっていうことができているので、喧嘩もするんですけど、その後ちゃんと前進しているのでいい関係を築けているかなと思ってます。今回落ち込んだ原因をまとめると、僕はイタリア生活で不自由を感じていて、で、自己肯定感が削られているということに気がつきました。で、自己肯定感を向上させるためには一つの解決策としてイタリア語を習得してイタリア生活により適応したり、自分の成長を感じられる活動に取り組んでいくっていうことが必要になると思ってます。で、一方でその息子が誕生したことによって
今現在子育てが最重要であるということはもちろん理解しているんですけど、自分の時間を確保することが難しくて理想と現実のギャップに苦しんでいるということが原因でした。でこのような状況の中で、いかに自分の活動に時間を割くことができるか、それが解決策になるんですけれども、そのために、妻と2人で話し合いをしました。でこれは僕の問題ではあるんですけど、時間を確保するとなると、家族の問題になります。でこれからその家族の時間をどう使っていくかっていうのが焦点になるので、家族として必要な活動だったり、2人のそれぞれやりたいことだったり必要なことっていうのを洗い出して、でそれぞれの活動にどれぐらいの時間が必要なのかっていうのを話し合いました。で特に、アンフェアにならないように2人で話し合って、その中で優先度をつけて時間を割り当てるっていうことが大事かなと思ってます。で話し合いの結果、僕は朝の時間息子のケアをして、その間妻は睡眠時間を確保すると。で僕が仕事している間は妻が息子をケアをして、僕の仕事が終わったら妻は1時間ぐらいリラックスの時間を確保して、で9時ぐらいに妻が息子を寝かしつけるんですけれども、その9時から就寝まで僕は自分の時間を2時間ほど確保するようにして、でその時間でイタリア語の勉強をしたりやりたい活動の時間とするというように取り決めました。僕の悩みに寄り添って、で一時的に喧嘩をしたとしても、理性的に話し合って、一緒に解決策を導き出してくれる、妻にとても感謝しています。そしてせっかく2人で話し合って、喧嘩までして確保した時間なので、無駄にせずしっかり活用していきたいと思ってます。最後までご視聴ありがとうございます。今回の動画は以上となります。高評価、チャンネル登録、コメントいただけると動画制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。